今日は焼きあんこ餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、焼きあんこ餅を作っていきたいと思います。おやきのようにあんこを中に入れたもちもちな焼いたお餅を作っていきます。さらにですね、今回はたったの材料3つで作ることができます。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白玉粉、こしあん、お水。今回はこちらの3つの材料で作っていきます。まずあんこに関しましては今回ね、こしあんを使っていきます。こちらはお好みで粒あんを使っていただいても OK です。あるいはね、白あんでもいいかなと思います。そしてあとは水分は今回お水を使います。こちらのお水はですね、牛乳で代用していただいても OK です。こちらを牛乳に変えるとちょっとミルク感が出て、こちらも美味しいのでミルクっぽい仕上がりにしたい場合は牛乳を使ってみてください。量は同じで OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにこちらのあんこを丸めておきます。今回は5個分なのでだいたい1個が 20g ぐらいになるように丸めてください。このぐらいですね。手に取っていただいてこれをコロコロ丸めます。だいたいで大丈夫です。このようにコロッと丸めておいてください。それでは残りも同じように丸めていきます。このように5粒丸めておいてください。それでは続いて生地を作っていきます。まずボウルに白玉粉を入れてください。そしてここにお水を一度に加えます。はい、これをゴムベラなどを使ってこのようになじませていきます。練るイメージですね。最初はねちょっとポロポロしてるんですが、だんだんね馴染んできます。白玉粉をしっかり潰すようにこのように混ぜてください。だんだんねひとまとまりになってきます。たまにね白玉粉の種類などによってもこの適正な水分量が変わる場合があります。なのでちょっと心配だなという時はお水を少しずつね入れていただくといいかなと思います。このようにひとまとまりになれば OK です。硬さの目安なんですが、よくね耳たぶの硬さというんですけれども、このようにこう指で触っても指にくっつかないぐらいですね。さらにこうやって少し取っていただいて丸めた時にひび割れしないぐらいですね。そのぐらいしっとりしたぐらいを目安にしてみてください。もし仮に緩すぎてしまった場合は少しまた白玉粉を足して生地の硬さを調整してみてください。逆にひびが割れるぐらいねボロボロになってしまった時はほんの少しずつねお水を足して硬さを調整してみてください。そうしましたらこちらの生地を大体で大丈夫なので5等分にしてください。今この状態でだいたい 300g なのでグラムでいうと1個だいたい 60g ぐらいになるように分けてください。それでは1かけら取ります。これを一度丸めてください。丸めたら手のひらを使って広げていきます。こういったねラップの上に置いて広げていただいても OK です。やりやすい方法でねやってください。広げたらこちら丸めておいたあんこを真ん中にのせて少しあんこも押しつぶして、そして生地で包んでいきます。この時ですねあんこが外に出ないように生地で包んでください。はい、このようにまず閉じて、あとはこの口をくっつけて、そして形を整えます。はい、こんな感じです。だいたい厚みがこのぐらいですね。今このぐらいの厚みにしておいてください。作ったものはこのようにバットにラップを敷いてその上に置いておきましょう。それではね残りも同じように作っていきます。はい、このように丸めてください。直径だいたい6センチから7センチぐらいになってます。こちらは目安にしてみてください。もうちょっと小さくしたい場合は小さくしていただいても OK です。それでは今からこちらを焼いていきます。そしたらですね、ここに薄くサラダ油を敷いてください。こちら分量外です。お好みの油でね焼いていただいて大丈夫です。これを薄く伸ばします。そして火にかけましょう。
火加減は中火です。まずねフライパンを30秒ほど温めて、そして火加減一度弱火にして、もう一度形を整えて、やけどしないようにねフライパンにのせていきます。全部のせたらヘラなどを使って軽くこのように押さえつけます。ヘラがやりにくい時はこの手のひらを使ってやけどしないようにちょっとねこう平たくしていきます。指でやっていただいてもどちらでも OK です。ただね手でやる時はやけどしないようにだけ注意してください。これでだいたい 1.5 センチから1センチぐらいの厚みになるようにします。そしたら火加減弱めの中火です。このまま一度焼き色がつくまで焼いていきます。火加減はこのぐらいです。はい、今ね6分ほど経ちました。そしたら一度焼き色をチェックします。いい感じにね焼き色がついてれば OK です。6分経ってもまだそんなに焼き色がついてない時は火加減中火ぐらいにしていただいて大丈夫です。そしたら裏返しましょう。このようにいい感じに焼き色がついて美味しそうに仕上がってます。そして裏返したらまた同じように少しこのようにヘラで押さえつけてください。そして片面もですね火加減弱めの中火から中火ぐらいで調整しながらだいたい5分から6分ほどを目安に焼いてみてください。はい、今ね5分ほど経ちました。一度チェックします。これでいい感じにね焼き色がついてれば OK です。このぐらいですね。あとはね縁の部分をチェックしていただいて、きちんと火が通ってれば OK です。チェックする時ねやけどしないようにね注意してください。たまにねこのようにちょっと1箇所だけ白っぽくなってるの分かりますかね。ここがねまだちょっと心配なので、もしそういった部分があった時はこのようにちょっと焼いてみてください。ただねこの時やけどしないようにだけ注意しましょう。すっごくもちもちで美味しそうに仕上がりました。それでは一つね熱々のうちに半分に切って断面をお見せしたいと思います。よいしょ。断面はこんな感じです。お餅ももちもちでとても美味しそうに仕上がってます。はい、これで焼きあんこ餅の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにいい感じに焼き色がついて美味しそうに仕上がってます。そして断面はこんな感じです。お餅もねすっごくもっちもちに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お餅がすっごくもちもちです。そして焼き色がついた部分がねすっごく香ばしいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の焼きあんこ餅のポイントです。まずですね今回はたった材料3つで作ることができます。今回ですねシンプルに白玉とあとはお水、そして中に入れたあんこで作ってます。こちらのお水に関しましては牛乳または豆乳などでもね代用して作っていただいても大丈夫です。こちらはねお好みでやってみてください。そして中に入れるあんこに関しましてはこちらは今回こしあんを使ってますがお好みで粒あんでも OK です。こちらはだいたいですね1つ20g ぐらいになるように丸く丸めておいてください。そして生地を作る時なんですが白玉粉にお水をかけて、そしてゴムベラなどを使ってしっかりね練るように混ぜてください。たまにね白玉粉の種類によって適正な水分量が変わる場合があるんですが、もし生地がボロボロでまだ全然ねまとまらない場合はほんの少しずつお水を足してください。あまり一度に入れすぎるとかなり緩くなってしまいますので注意していただけたらと思います。逆に緩くなってしまった場合は白玉粉を足して生地の硬さを調整してください。目安としては指で触っても指につかないぐらいの生地の硬さで、さらに丸めた時にひび割れしないぐらいの硬さになれば OK です。そしたらですね生地を丸めて、そして潰して真ん中にあんこを置いて、あんこが出ないようにしっかり口を閉じて、そして形を整えてください。そして焼く時に関しましては薄くねサラダ油を塗っていただいて、そしてお餅を並べて火にかけて、火にかけたら平たくなるようにね生地を押し付けてください。だいたい1センチから 1.5 センチぐらいの厚みを目安に潰してください。そして
その後ですね、焼いていくんですけれども、こちらは片面5分から6分ぐらいを目安に焼いていただくといいかなと思います。今回はね、弱めの中火で焼いてますが、あんまり焼き色がつかないなと思ったら中火ぐらいで焼いていただいても OK です。こちらの焼き時間や火加減は調整しながら焼いてみてください。そして最後仕上げた時に縁の部分が白っぽかったら少しね、縁の部分も焼いてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は焼きあんこ餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。